しじゃ、不気味度を魅力じゃ。最近メカ系のゲームばかりだったので、今回はファンタジー感あふれるメガドライブのシューティングゲーム、エレメンタルマスター、ご紹介していくのじゃよ。もうタイトル画面からギンギンの FM サウンドでテンションが上がるな。妖精が舞い、ドラゴンが飛び、夢と魔法がきらめく素敵なファンタジー世界なので、女性や子供も楽しめること間違いなしじゃよ。多分。本作は1990年12月14日にテクノソフトより開発及び発売されたメガドライブ用タイトルじゃ。ジャンルは同社にしては珍しい縦スクロールシューティングゲームじゃ。全7ステージでライフゲージ制となっている。例によってスーパープレイでも攻略プレイでもないのであしからずじゃ。ネタバレもありなので未プレイの人はそのつもりでな。エレメンタルマスターといえばなんといってもオープニングの衝撃的なデモで有名じゃ。精霊の都ローライルを襲った闇の魔導士バイラ王を追い詰めた主人公の精霊使いラディンを待っていたのは変わり果てた兄ロキだった。なんかもういい感じに出来上がってしまったロキのテンションにラディンだけでなくゲームを始めたばかりのプレイヤーも戸惑ってしまうくらいになかなかのインパクトじゃ。闇落ちした兄ロキことガイラ王の部下陽気サロメと黒竜王ブラスによってローライル王は囚われ地下風水の大精霊の力も封じられてしまった。ラディンは大精霊を助け出しローライルの都に平和を取り戻すためガイラ王の後を追うというのが基本的なストーリーじゃ。まさに RPG にもなりそうなファンタジーじゃな。本作のちょうど半年前に発売されたサンダーフォース3と同様、前半はステージ選択式となっていて、プレイヤーが自由に選べるようになっているのじゃ。とはいえ、ゴータの第一ステージが一番楽なので、このステージからスタートじゃ。操作方法は B ボタンが前方、A ボタンが後方へのショットとなっている。セミオート連射のようになっていて、一度ボタンを押すとしばらく連射が続くので、連打というよりはポンポンとテンポよく押す感じじゃ。これはボタンを押しっぱなしにすると画面右のゲージがたまりチャージ攻撃ができるからじゃな。ちなみに最初のステージではチャージ攻撃は使えないので注意じゃ。ファンタジー的な世界観のシューティングというと、古くはキングスナイトや魔女伝説などがあるが、後方に攻撃できるというのは本作の特徴じゃ。なので敵の出現位置に合わせて前後へのショットをうまく切り替えていくのが重要じゃな。なお、アイテムじゃが、紫の玉がバリア、鏡が分身というかオプションとなっている。あとは、木の実がライフ回復で、金色の器みたいなのを取るとライフの上限が上がるのじゃ。本作は、サンダーフォース3と開発。販売時期が近いせいか、縦と横、ファンタジーとメカと方向性の違いはあるが、根底の部分では似ているという、ある意味ご兄弟のような作品だとわしは感じるのじゃ。特に音楽はサンダーフォースシリーズを手掛けた山西俊治氏、新井直輔氏が担当していることもあり、聞けばすぐに同じ制作者によるものと分かってしまうほどじゃな。このステージは新井直輔氏作曲とのことじゃが、
ファンタジー的な世界観を壊さずに追い詰められた緊張感と焦燥感を非常にうまく表現していて、わしが本作で一番好きな曲じゃ。さて、ボス戦じゃ。バリアがない状態で攻撃を受けると分身も消えてしまうのじゃよ。とはいえサンダーフォース3と違ってライフ制なので難易度的にはちょっとありがたいな。難易度選択にイージーがなくてノーマル、ハード、マニアしかないのはすごくメガドライブらしいと思うのじゃが。最初のステージをクリアすると妖精のニーネが仲間に加わるのじゃ。次のステージからはニーネも攻撃に参加してくれるのじゃよ。さて次のステージじゃが、火の精霊は解放したということで次は風の精霊じゃ。烈風の谷ステージに挑むのじゃよ。この絵だけ見ると大地の精霊のステージっぽいが実は風なのじゃ。2つ目のステージじゃが、1つ目にクリアしたステージに合わせて新しく武器が増えているのじゃ。今回はクリアしたのが火の精霊のステージだったので火の精霊の武器じゃな。これは3方向に広がるので非常に使い勝手が良いのじゃ。しかもこの武器からはチャージ攻撃ができるようになっている。まあわしはあまり使わないのじゃが、敵の攻撃が結構激しいのであまりチャージしている暇がないのじゃよ。ニーネも攻撃に参加してくれているようじゃが、あまり期待しないくらいがちょうど良いな。このステージは風のステージということで時々いろいろな方向に風が吹いてきてプレイヤーの動きも流されてしまうので気をつけるのじゃ。敵の攻撃を避けたつもりがいつの間にか食らっていたというのもよくあるのじゃよ。このゲーム自分が当たった時の反応が薄いのでちょっとわかりにくいというのもあるな。ライフゲージが減ったのを見て食らったのかと気づくことも結構あるのじゃ。魔法使いとかスライムとかコウモリとかいかにもファンタジー世界という感じじゃな。いわゆるオプションである分身があるかないかで結構攻撃力が違うのでできるだけダメージを受けずに分身を失わないようにしたいのじゃ。ここで大量にアイテムが配置されているのはありがたいな。というわけでボス戦じゃな。このステージのボスは相当のドラゴンじゃ。攻撃方法としては交互に電撃のようなものを出してくるだけなのでタイミングを測って当たらないようにうまくかわしていくのじゃ。相手が電撃を出している時しかこちらからの攻撃は当たらないので3方向のうち2方向を当てるように攻撃できるとベストじゃな。無事に撃破じゃ。これでまた一つ今度は風の精霊を解放したのじゃ。次のステージからはまた武器が増えるというわけじゃな。このようにまずは封印された4大精霊を解放していくのが前半のステージじゃ。さて続いては3つ目のステージじゃが順当に沈黙の森ステージに挑戦じゃ。このステージもちょっとわかりにくいのじゃが地の精霊を解放するステージなのじゃよ。
そういえばステージクリアごとに分身とかバリアとかの装備がなくなって初期状態に戻ってしまうのがちょっと悲しいな。新しく手に入れただけの精霊の武器じゃが、前方に幅の広い攻撃ができてなかなか使い勝手が良いのじゃ。しかも壁も貫通するという勝れ者じゃ。ただわしの好みとしては三方向の火の精霊の武器でいくのじゃよ。通常のシューティングだと画面下というか後方にいた方が良いのじゃが、このゲームの場合は中心に近い位置にいた方が良い気がするのじゃ。前後へのショット切り替えがあるということは後方から敵が来るのが当たり前なので、あまり後方にいるとすぐに反応しにくいのじゃよ。まあもちろん何回かプレイして出現パターンを覚えているという攻略方法もありじゃな。このステージも音楽がかっこよいの。サンダーフォース3と同様のビンビンの FM 音源サウンドがたまらないのじゃ。アイテムを取った時などの SE も共通だし、武器をボタンで切り替えていくシステムを含めてファンタジー版サンダーフォースと言っても良いかもしれないな。それにしてももう少しダメージ食らった感があるというの。なんかいつの間にかライフが減っているのじゃ。まあわしが下手っぴというのもあるんじゃが、一撃死だとやはり辛いので、ある程度ゴリ押しでも進めるライフ制のシューティングはありがたいのじゃ。そんなこんなでボス戦じゃ。このステージのボスは巨大なハリネズミじゃ。別にセガだからというわけではないのじゃよ。ソニックが出るより前のゲームじゃからな。このボスはまあ見ての通りの単純な動きなので特に説明はなしじゃ。突進に当たらないよううまく避けていくのじゃよ。なんとなくボスの中では一番可愛いのじゃ。無事に撃破じゃよ。地の精霊も解放したところで、次はいよいよ四大精霊最後の一つ、水の精霊じゃ。なんか見た感じはやはり分かりにくいのじゃが、水の精霊のステージなんじゃよ。それでは4つ目のステージとなるオダクの湖へレッツゴーじゃ。新しく手に入った地の精霊の武器じゃが、威力はあるものの攻撃範囲が狭いのと連射性が低すぎてこのステージではあまり使えないのじゃ。なのでここは3方向の火の精霊もしくはワイド攻撃の風の精霊の武器を選ぶというのじゃ。このステージも前後から攻撃が来るので、できるだけ中心にいてどちらにも対応できるようにしておくのじゃ。このワニとかハンギョジンとか3方向に弾を撃ってくる敵が結構厄介なので早めに撃破しておきたい。あとは水のステージだけあって水中に入ると動きが鈍くなるのでそのあたりも注意じゃな。本ゲームはスタッフロールを見てもほとんどペンネームばかりで開発を担当された方がわからないのじゃが、グラフィックなどの雰囲気からするとサンダーフォース3とかなり被っているように思われる。だか
例えば敵移動プログラム担当のマイペースガンちゃんが、後にセガサターンのバルクスラッシュやマリオパーティーシリーズを担当された岩永隆氏ではないかとか。まあ、あくまで推測じゃが、はっきりわかっているのは、サウンドトラックが発売されている作曲者の方々くらいじゃな。本作が良作にもかかわらず、いまいちマイナーなのは、制作者の名前が知られていないせいというのもあると思うんじゃよ。今回はあまりダメージを食らわずにボス戦まで来られたようじゃな。このステージのボスは水流じゃ。このボスはスピードが速く、思わぬところから出てくるので、なかなか油断ができない。体当たり食らったのじゃ。体当たり以外にも衝撃波みたいなのを打ってくるのじゃが、これもランダムな方向からダメージを受けてしまう可能性があるのじゃ。しかも当たり判定があるのが敵の頭部だけなので、ちょっとこいつは倒すのに時間がかかるのじゃ。なんか画面外で倒してしまったのじゃ。とりあえず4大精霊をすべて解放してきりがいいので、今回はここまでじゃ。では、次回もよろしくな。